夢日記3話オムニバス。気がつくとドラゴンボールのホイポイカプセルのようなドーム状の細長い建物の中にいた。中には両側に机と椅子が何個も置いてあって、そこで生徒たちが何かの実技のテストを受けていた。自分はそれを眺めているだけだったが、だんだんと夢の世界でも実態が具現化してきて、自分も実技テストを受けることになってしまった。机に座り、目の前にあるのは餃子の皮のように何枚も積み重ねられた何かの動物の皮だった。用意スタートの合図とともにいきなり始められた実技試験で、自分は何をしたらいいのかわからず、適当に積み上げられた皮の中から1枚を引っ張り出した。その皮はあらかじめ成形されていて、折る場所に折り目も入っていたので、なんとなく当たりをつけて適当に折ってみると、両側にいた助手っぽい人たちが工程のほとんどを手伝ってくれて、よくわからないうちにカバンが完成していた。2個目も作らないといけないらしく、2個目を作っている途中で急に助手っぽい人たちの手が止まり、自分は何をしたらいいのかわからず、頭がフリーズして止まっていたら、ここで一度目が覚めた。しかしすぐさま眠りについて気がつくと、自分は木々が生い茂る山の斜面にいた。そこには有名な神社があるらしく、中学の同級生と一緒に来ているようだった。一度も行ったことがない場所だったが、なぜか子供の頃に何度も来た記憶があり、杉の木が茂る薄暗い斜面を恐る恐る下っていくと、意識が沈んでいった。次に意識が浮上すると、繁華街の路地を少し入ったところにあるような薄暗い路地のビルの前にいた。周囲には高校生時代の友人が数人いて、目的は4階のアニメショップのようだった。階段を使って上がっていくと、4階に上がる途中で階段が途切れていて、45センチほど斜め上にある手すりにつかまらないと4階に行けない仕様になっていた。うまくつかめないと1メートルぐらい下の階段に落下してしまうので、怖くて飛べなかった。仲間の一人がエレベーターで5階まで上がってから降りようぜと提案してきて、自分たちはその案に乗ることにした。3階まで戻り、エレベーターに乗り5階のボタンを押すと、なぜかエレベーターはモノレールのように横移動をし始めて、東に東京湾、西に倉庫群を望みながらエレベーターは進んでいった。なんで5階に向かうだけなのにこんな遠回りしてるんだろうなと思っていると、いつの間にかエレベーターは港湾沿いにある倉庫に止まった。この頃になると自分の意識が半分覚醒してきていたので、夢の内容を忘れないように頭の中で今日見た夢の内容を反芻していたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。